どうも、天田四郎です。初めての Adobe Premiere Elements 2020第2回目は初歩の初歩編ということで Adobe Premiere Elements 2020の画面構成について解説していきたいと思います。この画面構成はこれから動画編集を進めていく上の基本となりますので、どのような機能があるか大雑把に把握していただければいいと思います。メインメニュー左上に機能を集めたメニューがあります。このボタンでほとんどのことができます。メディア追加ボタン。このボタンによって自分で撮った映像や画像などをプレミアエレメンツに読み込む際に使います。プロジェクトのアセットボタン。これはプロジェクト内で使用している動画や音楽のクリップをまとめて表示する場所です。クリップについては後ほど説明します。クイックスペース切り替えボタン。左からクイックボタン。これは動画作成が簡単にできるモードです。真ん中がガイドボタン。これは作業中のわからない操作等をガイドしてもらうボタンで、これを押すとチュートリアルが出てきます。最後右側がエキスパートモード。これは凝った編集をするために使うモードで、今このワークスペースはこれがエキスパートモードのワークスペースになっています。作成ボタン。これをクリックすると3つのモード、ビデオストーリー、インスタントムービー、ビデオコラージュからテーマを選んで手軽に動画が作成できます。書き出しボタン。これは今まで作成してきた動画ファイルを YouTube にアップするとか DVD に動画ファイルをコピーするとかするために最終的な形のいろいろな動画ファイルにするボタンです。調整ボタンとツールボタン。調整ボタンは各クリップの色や明るさなどを調整するためのボタンです。ツールボタンは各クリップにいろいろな効果をつけるためのボタンになります。このボタンで音声を入力したりすることもできます。編集と書かれた欄には上からエフェクト表示ボタン、真ん中がエフェクト調整ボタン、一番下の四角いのがトランジッションボタンと並んでいます。このエフェクトというのは各クリップにいろいろな効果をつけた際にそれを表示させたり変えたり調整したりするボタンになります。そして四角いトランジッションボタンは動画のシーンとシーンを切り替える際に画面効果の役割をするものです。追加欄にはタイトルとテキスト追加ボタン、音楽追加ボタン、グラフィック追加ボタンがあります。これはその名の通りタイトルをつけたりテキストを挿入したりするボタンと音楽を入れるボタン、グラフィックがニコちゃんマークとかありますので、それを追加するボタンとなります。モニターパネル。これは編集中の動画がプレビューでき、いろいろな効果を確かめたりすることができます。コントローラー。これはモニターパネルを再生したり、早送りしたり、巻き戻したりすることができます。ズームコントロール。これは
タイムラインの時間軸を大きくしたり縮小したりするために使います。これによって編集作業をスムーズにします。時間インジケーター。これは再生位置を示しています。このインジケーターをドラッグして動かせば編集位置を移動できます。レンダリングボタン。これはクリップにいろいろな効果、エフェクトをかけていくと、だんだんとモニターパネルの動画の動きがスムーズでなくなってきたときに、このレンダリングボタンを押すと画面がスムーズに動くようになります。トラック表示欄。大まかにビデオトラックとオーディオトラックに分かれていて、いろいろな素材を並べて表示させて編集するためのラインとなります。タイムライン。この赤枠の内側がタイムラインとなっています。ここに動画や音楽の素材を並べて自由に編集することができます。そしてワークスペースの左下には操作の取り消しボタンややり直しボタン、そしてホーム画面を表示するボタン等があります。最後にクリップですが、この丸で囲った最小単位の画像とか音楽、写真、音声などの総称をクリップと呼んでいます。これで基礎の基礎編としてプレミアエレメンツ2020の画面構成について解説してきました。次回は基礎編としてガイドビューのチュートリアルを使って基礎を学んでいきたいと思います。ヘッポコ動画でもよかったらチャンネル登録よろしくね。それからついでにグッドボタンもよろしく。